ティグランドジョンです。今回はナビ VS イージーアルファというクランですね。今日はね、もうサムネに出てるとは思うんですけど、バルキリーがね、46体使われたアタックでね、全開が生まれてますのでね、ぜひそちらもご覧ください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで、早速やっていきましょう。先行対戦相手の方からライドラッシュということで、ライドラもね、新レベル来てというところ、おー、2枚。ここはレイジ使う必要があったのかっていうぐらい、対空に関する防衛がないんですけども、レイジ使わなくてもなんか、時間かかっちゃうけど、ここでレイジ使う方が、いや、点入んないから、嘘です。なんでもないです。イーグル、素直にライドラン2体でも落とせそうなところでしたね。なんでもかんでも、サイドカットライドランにレイジを使うんじゃなくて、なんか、配置によって見極めしていくと、より温存できそうなところは温存できたりしますね。ここで6時にシューター置くので、タウンホール側からのライドラッシュですね。で、9時はヒーローを流していくというような展開です。パイチクロスも結構シューターかかりそうなんで、どうなんすかね、これは。しかも、だいぶ逸れて向かっているのって、ちょっとめんどくさい展開ですね。キング内が入っちゃったんで、キング自体はそんなには伸びなそうかな。さあ、ここはちょっとタイチクロスも固めて止めておきたいところでありましたが、ただ、ウォーデンの方がストライカーによって、これは、巨大化とレイジではなく、巨大化とバルキリーじゃないや、バーバリアン人形あいつ、本名知らねえわ。ですかね。ちょっとライドラ嫌な感じになってるのと、ヒーローパートも事故っちゃったような感じなので、ちょっと伸ばしづらいですね。エアスイーパーが向いてるので、タウンホールをライドラで落としていきたいような感じだったと思うんですけども、そうなった時って結構クラン城の位置も遠いので、ヒーローパートでぶち当たっていく可能性が大いにあると。ロイヤルチャンピオンブーメラン。結論、ライドラのルートがあんま良くないのかなとは思いますが、ルートだけじゃないのかな。やり方もまずかったのかな、これは。ヒーローやっぱ活かしてくる取り方したいですね。ドラゴンラッシュ。特に結構防衛施設的にこっちの方が火力の高い防衛施設がね、多いんでね。タウンホールよりも。さあ、ここは 78% 終了です。さあ、ピーカスクイヒールトライダーということで、ナビに入ってから初めてクイヒー、初めてじゃないかも。クイラはやってたかも。嘘ついてるかもしんない。ボーラーカットプラスのアーチャーを、ポンポンと置いて、スニゴムの方でサイドカット。これはキングを6時に入れていくんじゃないかなと思います。突撃機セットしてますね。さあ、ここから、ヒーラーをつけて、ジャイアントを使って、ここはスーパーバーバリアンを使って、ロイヤルチャンピオンを置きつつ、ここはクイーンの方でロイちゃん処理と、これどこまで考えてたんだ。しかもバルーンがテスラまで追っていく。素晴らしい。で、ここからベビドラカットからホーミングチェックバルーンも入れていって、6時にキングが来てますね。クイヒーまでうまいね。てか、もともとクイヒープレイヤーだからね、ピーカスって。めっちゃうまいね。スーパーバーバリアン使って、アーチャータワー、ウィズトーンのところ、いろいろテスラがないのとかも分かりつつ、9時からここはルートライダーパートスタートです。クイヒーはこの後、壁を殴るのか、くるっと回るのか、どっち行ってもいいような展開ですかね。ヒーリングトーム付きのウォーデンで、突撃艦をタウンホールに届けていくような使い方。これはね、スペースステーション時代からやってるスペースステーション式みたいなクイヒーのね、やり方ですね。クイラバの時にこういう、クジラバでね、やってたんですけど、今まで。ルートライダーというね、最強ユニットが生まれたので、そこを使っていくと。で、ルートライダーちゃんと1枚残してんの偉いっすね。下から展開です。5体編成だったかな。だから本体は4体しか出してないわけですよね。で、12時の方もモノリスの方をスケルトンの呪文でターゲット取らせて、クイーンの方は、いいクローク。先にモノリスを落としたいというところからクロークを使って、しかもこれヒーラー出てきましたね。クロークを使ったことでヒーラーが生み出されている。
クイーンのヒーローギアって結構悩みますよね。まあ、明確にこれが強いみたいなのはインビジブルが強いんですけど、他はなんか、ちょっとどれも微妙な感じもするので。さあ、これはいい全開、ナイス全開。さあ、スーパーボーラーですね。回廊陣に対してスーパーボーラー。まあ、基本的というか、まあ、昔から刺さる戦術、刺さる配置の一つかなと思います。ウッドランチャーか、ちょっとそれはあんま良くないような気もしないではないが、まあ、使い方次第ですかね。まあ、回廊陣に対してウッドランチャー刺さることって結構珍しいんで、どうでしょうね。まあ、このゴーデンはどこまで行きますか？個人的には、まあ、スーパーボーラー編成やるにしても、見習いオーデンを使っていって、今、多分これライフオーラがついてると思うんですけど、まあ、せっかく陸オーデンのね、特権なんでね、レイジジェムを使える、ヒーリングトームが使えるっていうところなので、まあ、その分を見習いオーデン採用でやっていく方が個人的には今の環境では強いのかなと思います。なので、まあ、この編成だとタイタンとかが1体になったり、ネクロを抜きにするとかになってくるのかな。これは、ランチャー転がしながらキングネクロですね。なんかウォールブレーカーみたいな使い方してきましたね。ウォールブレーカーかつ内側の方をサイドカットしていくような感じですが、だいぶ豪華な突破兵器の使い方をしてきましたね。なるほど。で、ここはジャンプインで中を入れていきます。どうだろうね。なんか普通に穴開けして10日弊社とかの方が削れる量としては多いような気もしないではないが、いいフリーズ。タウンホールとシングライティ。ここはヒーリングトームですね。ライフホールじゃなかったみたい。まあ、見習いモデンつけてないっていうとこ、おー、キングが、ここは穴を開けるクエイクのキング採用してますね。面白い。クエイクプラスのバーバリアンが出てきてますかね。クエイク持ってきてないよね。クエイクブーツなのかな。穴を開けていきました。中央スーパーボーラーかなり強いですね。で、ネクロもこれ内側に一緒に投げてったわけではないよな。最初に投げたけど内側に合流してんのか。なかなかカオスな動き方をしてますが、まあ、外周流れてるイエティネクロも非常に強いし、内側スーパーボーラーしっかり貫通できたんでね、やっぱり回廊配置にスーパーボーラーがシンプルに刺さりやすいっていうのと、ヒーリングトームもね、タウンホール真ん中でタウンポイズンに対してめちゃくちゃ強いので、ヒーリングトームの相性っていうのも良かったのかなと思います。配置の弱点つけたって感じな気がしますね。まあ、タウンホール真ん中かつ、ヒーリングトームが使えるスーパーボーラーってなると、まあ、ある程度、細かいところは見なくても、大雑把にドッカンといっても結果が伴ってくるような戦術の一つかなと思います。素晴らしい展開か。さあ、ジーマ、クイヒールトライダーにスーパーバーバリアンを採用しているという形なんですが、助っ人ですね。誰かが今日はいないみたいですね。さあ、上から、多分カズマくんがいないんじゃないかな、今日は。大砲の方をスーパーバーバリアンカットしてきました。まあ、バルーンを2体使うのと同じことなんでね、このバーバリアンの枠数的には。バルーン2体を使うよりも圧倒的にね、他の施設とかも削れてこっちの方が美味しいと。いいクイヒールートにはなりそうですね。ホーミングチェックもしっかり入れて、ポイズンターンのターゲットもこのバルーンで吸っていくっていうのはね、結構地味ですがでかいです。なんかスーパーバーバリアン援軍からも出てきましたね、防衛援軍。ここからアイゴレ3体と当たりながら、アーチャーターンにバルーンを出すと反対サイドも当然テスラが出てくるという形ですね。AT 切ったんでこれでクイーンに当たる火力が低くなるので、クロスボウ2個だけなら火力的にも大丈夫でしょってところなんですが、ここからトルネードに巻き込まれ、火力の高いところへ連れ込まれました。当然火力は上がってきたので、インビジブルで一度隠しながら、対空砲に対してスーパーバーバリアン刺してヒーラーに対してダメージが入らないような形を取るいい形ですね。かつサイドカットにもなったので、クイーンの方がしっかり内側入りつつ、いいボールブレーカー。これクイヒールートめちゃくちゃ強い。あとはじゃあ、フリーズ打つんだ。なるほど。4枚あるんで、早めにクイヒーから目を切りたかったっていうことなのかな。突撃艦をこれはタウンホールに向けて投げ込んでいきますが、トルネードがあったら引っかかるタイミングぐらいの
投げ方ですがどうでしょう。結果的になさそうなのでなんとか届きそうですかね。まああんまりこの辺にあることはないだろうと読んだか。さあ、しっかり届いて、しかもこれ突撃艦中身のイエティでモノリスまで突破することができている。流れたルートライダーがなんとクイヒーの道まで作ってくれつつ、ウォーデンのね、レイジジェムにクイーンまで入っちゃったんで、これバカ強いっすね。で、キングはフィストを使いながら、いいフリーズ。これは、マルチ IT までフリーズをかけないとストライカーの方が解けちゃうんでね。ただ、長弾大砲がいい活躍をして、ストライカー2体が飛びましたが、まあ、ストライカー殺せたところでなんだって話ですよね。ロイヤルチャンピオン能力残った状況のフォックス持ち、クイーンはクローク使いつつ、終了ということで、圧倒的全開。いや、クイヒールートめっちゃ良かったっすね。プラスでタウンホールをケアしていくような、なんかピーカストロのね、使った突撃艦スタイルと同じような取り方ですね。対戦相手、スーパーバーバリアン編成ですかね。突アチャか、ガゴかって感じですけど、インビジブル全振りの時は結構アーチャーが多いですが、モノリスのところをめがけて、突撃艦投げていきそうですね。さあ、ストライカーもギリギリ、トームに乗っている、いいトームです。まあ、他の動画でも言ってるんですけど、レイジ、まあ2発型だから結構早めに撃ってたのかな。個人的にはレイジはそんなに早く置かない方がいいかなとは思ってる型なんですが、まあ、2枚あるので早めに撃ってったって感じですかね。まあこれはいいバリューになってますね。マルチインフェルノも削れたってなるとこれ、そうですね、ウォーデンが空を飛んでるだけで、下側6時の方もかなり大きく削れそうです。モノリスが、折れましたね。最後のインビジブルまで全部打ち切っていって、第1キロスまで、反対に折れると爆発。これはバックアードだなバックアードだな、本当に。イントネーションぶち壊れるぐらいにアドバンテージですね。さあ、アイゴレはもうこれヒーローで処理しないで、そうですね。スーパーババリアンで落としておきたいところ。ウィーンはちょっとおでんずを殴れるぐらいの角度から投げてあげたい感じだったけど、まあまあまあって感じですね。さあ、アイゴレの方はスーパーババリアンで処理をしていきつつ、まあ、マルチ IT を少し横目で受けなきゃいけないので、ロイヤルチャンピオンも刺しつつって感じですね。あとはもうヒーロー延命でぐるぐる回ればいいっていう形なので、ロイちゃんが生き別れになりました。さあ、いいウォールブレーカー。まあ、クイーンの方で投石までは最低でも折れるし、まあ、クロークプラスアルファでマルチ IT だけが残るって感じかな。なので、あとはキングの処理だけしてあげればよくて、キングの処理をスーパーバーバリアンでできるので、そうですね、こうやってキングのターゲットをしっかり取ってあげましょう。で、その隙に、当然大砲とかもね、攻撃して破壊しておきたいところ。クイーンもクローク持った状況、キングもフィストを持って、ロイヤルチャンピオンも能力を持って、3ヒーロー各自全員余裕を持った状況で最終区画。これは強かったですね、アーチャーが。さあ、対戦相手もこれで3分の2全開ということで、いい形を取っておりますが、クイヒールートライダー。まあ、ナビもね、直近の成績ほとんど15点ばっかりですからね。パーフェクト取らない方が珍しいというようなゲーム運びが多いですが、さあ、ここはキングをリスト使っていって、強すぎるね。リクスケが勝手に消えていくね、どんどん。リクスケ2本とテスラと。美味しいね。むしろもうたくさん置いててほしいよね、キング入れるところ。めっちゃ置いててほしいもん、今。もう4個全部あってもいい。リクスケ4個とテスラ5本置いておいてほしい。いいホーミングチェック。先に第1クロス降りたい。非常にいい。オデンゾも先に降りるか。キングも先に勝利してくれる。バックアド、それは。さあ、アイゴレに捕まる前に火力の高い防衛セットを破壊してからアイゴレと渡れるというね。超神展開。で、さっきもね、ジーマもやってたような感じで、スーパーバーバリアンをね、サポートユニットとして使っていく。まあ、これは昔からクイヒの時からね、サポートユニットとしてスーパーバーバリアン使うの流行ってたし、強いですよね。タウンホールが、ここは起動をしてしまいました。ちょっとね、マルチアーチャータワーの火力が高かったので、クイーンの方がクロークを吐かされる展開になってしまって、その結果、タウンホールまで起動がされてしまうという事故はありましたが、この区画をジャンプで入れていく取り方もうまいですね。まあ、15の最後の方になんかトライブの
クロノスとかがね、やってたようなやり方にはなりますね。タウンホールが前のダミー壁にジャンプをつけることでっていう、そこにあんまりジャンプを使うっていう発想が生まれづらいですよね。クイヒーはこれすごいいいルート、ジャンプを使ったことで内側入れて、タウンホール越しのモノリスね、タウンポイズン受けながらのモノリスとかはきついんですけど、タウンホールクイヒーを完成させた裏がね、火力低いというところで今回は、ジャンプをね、吐いても呪文的にクイヒー余裕があると判断してのジャンプ採用かなと思います。結構火力も高いなら無理くりでもね、ウォールブレーカーで拡張させてとか、そういうやり方を取った方がいいことが多いので、さあこれはもうルートライダーも全く止まんないですね。クイヒーが死なない形でしっかり立ち回れたのと、ルートライダーも余裕すぎる展開で最終区画へと2周目行きそうです。ナビの方も3分の3全開ということで、対戦相手はスーパーチャーのヒーラーが入った形のロケバルがみんなでそれてきましたが、しっかり置いてるけどどう？巨爆小爆も置いてますが、ゴブリンをね、偵察部隊で入れてたことで、綺麗にクリーンヒットすることはできず。さあ、レイジ2枚型。いいですね。これはタウンホール越しに反対サイドの第1クロスとかも削れると強かったんですが、ちょっと角度的にね、うまいことヒットしてるやつもいなかったと。手前の投石はプラン的には降りたいプランでやってると思うので、長弾大砲とかロイちゃんとかも処理したいところでしたが、ここでようやく巨爆小爆が置いてあったやつが、角度ずれて当たってった感じですね。すんごいな、これ。これで全開取れたらめっちゃ楽よなっていう感じの展開ではありますが、いろんなものを最初にぶっ飛ばしていきました。スーパーバーバリアン編成よりもこのルートライダーをね、数体混ぜていく方が、ヒーローパートは当然伸びるし、レイジジェムがやっぱ強いっすよね。でヒーラーつけてんのも偉いっすね。これ強そうだな。スーパーチャー編成が結構流行った時って、ヒーラー5体プラスのルートライダーじゃないや、エレクトロタイタン使う形も結構あったじゃないですか。それに近い感覚なのかなと思います。で、サポートでスーパーババリアン使えるっていうところですね。これ考えてるのはもう終点が6時に設定されてて、6時どれぐらいの協力、基本的にはロイヤルチャンピオンの能力とかで残した展開で回りたいって感じかな。やばいな、これ。全然しないやん。ルートライダー強っ。これ、レイジジェムに乗り続けたこのヒーローパートとルートライダー止まんないっすね。これ強いなこれやばいね。めっちゃ簡単やん。スーパーアーチャーさえ通っちゃえばもう勝ちですね、こんな。これで全開取れんならもう簡単やな。キングもクイーンも能力残って最終角。ルートライダーがスーパーユニットじゃないっていうのはもうそれだけですんごく強いしね。さあ、ハイダメージ一気に全部消えたんだけど。正確には全部一気に消えたわけではなく、スーパーババリアンが多分対空砲ね、同タイミングで殴ってたって感じだと思うんですけど、さあ、61天才星3ですね。対策陣、今まで対策陣って感じではなかった。こつな。クイーンサイドか、もしくは、ここも結構、来ましたね。相当美味しいっすね、ここも。シューター通していく、うまい。タウンホールの起動もしつつ、天才のバリューとしてかなり美味しいところを差し込んできましたね。これ強いな。シューターはしっかり延命されていきました。テスラチェックは、ホグ投げるとワンチャン援軍釣れるとか、リクスケ。投げても良さそうな雰囲気はあるけど、あったとしても、タウンホールを先に取ることの方が大事と考えてっていうイメージなのかな。アーチャーで生きちゃった時テスラ取れちゃうけど。さあ、まずはバネトラップジャイアントプラス、シンプルにキングのためのターゲット取りって感じですかね。ここはバネトラップの解除というよりはシンプルにキングルの盾としてジャイアントを採用したような使い方でしたね。さあ、リクスケルトンがたくさん置いてありますが全く関係ありません。3本見えましたが、投石区画キング単品で、ジャイアント、もう一個ある。
4個目じゃないこれ、陸助。バカほど美味しいわ。もう4個あってもこれ、キング単独でいけちゃうんすよ。置いててほしいっすね、陸助。クイーン投石区画が、こんなに簡単に援軍じゃないわ。突破できちゃうの。やばすぎるよね。めっちゃいい1ポイズン。超絶いい位置に置いてます。ただ、ゴーレムでターゲットを取りつつ、ロイヤルチャンピオンの方を12時イーグル区画に入れてます。ポイズンの位置が完璧だったので、援軍の方もこれは処理ができましたね。で、あとは9時を、トーム割いてあげれば、それだけで終了ですね。8角が過ぎる展開ですね、もう。援軍結構いい1ポイズン打てたなって感じはあったんですけど、ちょっと外れましたね。スーパーガーゴイルその辺が強いですよね。ただ手元にバルーンは10体残るし、呪文もたくさん残ってますね。5枠分残って、ロイヤルチャンピオンも能力を残した状況、クイーンもスーサイドせずに最後まで生き残っています。プランぶっ刺さりかな。タウンホール区画あれで突破すんのめちゃくちゃうまいっすね、これ。超ぶっ刺さり。対戦相手、勝利的には、勝敗的には対戦相手はここで全開を取らなければ負け確定というような、星1でも良くなるっていうような最終アタックになっていくような感じですね。クイヒーのルートライダー、まずは12時クイーンを展開しつつ、ちょっとずつサイドカットをやってる感じですね。ホーミングチェックもバルーンを入れつつ、タウンホール区画にクイーンを進ませたいよっていうのが第一希望のクイヒールートにはなるかなと思いますが、クイーンのターゲットが外れると横打ち入らないとですね。ギリギリ入らないところしっかり保ててます。話が変わりました。ただ、モノリスの方、ここはフリーズをかけていって、戻りそうじゃない？戻りそうだね、これは。ウォールブレーカーで繋いでいくと。こうなったらもうしょうがないんで、キングをどういうルートで考えてたかわかんないけど、ウォールブレーカーそこ割いちゃうと、もう、9時から行くしかなくなりますが、いかがですか？タウンホールは、これ投げない方が良かったんじゃないかな。キング使わなくてよかったまであるけど、それは。クロークとインビジブルを同時で発動しちゃうのが一番もったいない。もう9時早く始めてほしい、これは。9時10時から始めたいですね。これ、しないからこれ、クイーンがこうして苦しい。もっと早い段階で、クイヒーが、インビジブルの、ね、クロック使わずに使えたタイミングで次ルートライダーでターゲットを取るっていう形を取れたら、クイヒーの方が生き残ってタウンホール区画の方は、9時側が切れて戻ってくれるとかも想定できて、それを見てからキングの使い道っていうのも変えることができたりとか、選べた感じかなと思います。ここはストライカーも添えていって、ヒーローの位置が遠いんで、ストライカーのためにトームは貯めていきたいようなイメージですかね。ここで一気のトームをかけていきます。ドリル採用してるのもあって、通常のあれよりは少し伸びるかな。スケルトンの呪文も置きつつ、ゴリ寄せって感じ。ドリルもルートライダーも強いですね。どんどん穴を開けてくれますが、穴を開けられても関係ないユニットたちしか内側に残ってない。これでね、クイーンとかも生き残ってたらめっちゃ強かったな。っていうかこれバカほど伸びるな、これ。クイーンがあんな感じで死んだのに、超伸びますね、これ。さあ、ドリルの中身はスーパーホグですが、ちょっとこれは、超弾大砲がいい感じに仕事をしてくれましたね。さあ、どうだ、ルートライダー。ギリギリ投石が残ってくれたので、ウォーデンだけでは削れないでしょう。いや、超伸びましたね、これ。だったら絶対9時展開で取れたと思うな、これ。さあ、破壊率の方も伸びてはいくんですが、星数の差がね、もうすでに位置ついているので、惜しいアタックですね。さあ本日最終アタックになります。クラウス、バルキリーしか編成にいません。やばすぎる。51天才プラススケルトンとジャンプが入った形のバルキリーラッシュですね。さあバルキリーでここはターゲットとかテスラチェックとかをやりつつシューターを投げていくようなイメージ。なるほど。第1クロスボとマルチ IT の方をここは天才で追っていきました。迫撃砲のターゲットをバルキリーで取りまくるっていうのがコンセプトですかね、これは。
いろんなとこにバルキリーが出てます。まあ、この辺も反対サイド。まあ、やってることはスーパーバーバリアンとか、期間限定ユニットとして出たクッキーラッシュみたいなことをバルキリーで採用してるような感じですよね。まあ、クッキーラッシュ、スーパーバーバリアンラッシュとやってるものは、まあ、イメージとしては同じような感じかなと思います。まあ、サイドカットバルキリーも入れつつ、まあ、スーパーバーバリアン編成と違うのは、一応本体にバルキリーを数体混ぜることができるっていうところですかね。まあ、スーパーバーバリアンをここでトームに混ぜて入れていくっていうことに関してはそんなに強かったりはしないんだけど、まあ、バルキリーを数体入れることでね、範囲ダメージに強いみたいなところありますよね。で、キングがこのジャイアントガントレットが強くなったことで、これ、強気にこのプラン組めてますよね。だ6時の方はスケルトンロイちゃんとバルキリーを縦に動かしていって、もうここはもう完全にやってることスーパーバーバリアンですよね。クイーンが本当はタウンホールを打ってほしいんですけど、ちょっとルート崩れてしまっています。12時の方はシューターから出てきたバルキリーも回りつつ、さあ当然ここはタウンホールフリーズをかけていって、もう1枚フリーズあるんですが、バルキリーの数がえぐい。とんでもない量のバルキリーが残って最終区画、なんとバルキリー46体ですね。46体編成。圧倒的全開です。はい、というわけでね、終わりまして、15対13というところで、まあ、今回もパーフェクトゲームな上に最終アタックにとんでもないアタックが飛び出しましたね。バルキリー、ラッシュということで、まあ、ヒーローがいかに強いかみたいなところと、まあ、ジャイアントガントレットがめっちゃ強いっすね。レイジジェムとヒーローを一緒に動かすことができるっていうところと、まあ、トームバグもあったりするし、ジャイアントガントレットがね、めっちゃ強いんでね。まあ、クイーンの縦ユニットとして動いてたのは、まあ、クイーンの縦はバルキリーがまあ2、3体ちょっとトームに混ぜたのと、まあ、キングのみでしたよね。それだけでまああんなに貫通してしまうっていうところ。まあ、シューターの縦にバルキリーをたくさん使えるのも、まあって感じだけど。まあ、イメージとしては本当にクッキーラッシュとか、スーパーバーバリアンラッシュなのかなと思います。まあ、この全開ね、勘違いしない方がいいのが、まあ、バルキリーが強いから全開になったわけではなくて、ヒーローが強いからっていうのと、プランが強いから全開になってるんでね、バルキリーが OP かというと、まあ、そういうわけではなく、まあ、普通に、1レベルのね、バルキリーステータスは上がってるんで、まあ、強くはなってますが、バルキリーだから取れたっていうわけではなく、バルキリー以外でもね、取れる全開なので、まあ、真似してバルキリーラッシュをやってみて、前回取れなかったってならないようにね。まあ、ミセプとしては非常に面白いアタックでしたね、バルキリーを。はい。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レジャー、また次にお会いしましょう。さよなら。